こんにちは、ゆうかです。今日は大分県にやってきました。今回はフェリーサンフラワーゴールドに乗って神戸から大分まで移動してきたんですけど、今日はこのまま軽バンで大分のいろんなところを観光していきたいと思います。前に動画で1回大分に来たことあるんですけど、その時は徒歩で来たんですよ。徒歩って言ってもあれじゃないですよ。東京から大分まで歩いたわけじゃないですよ。フェリーに乗って車なしでやってきたんですけど、今回はね車があるから前回行けなかった場所とか行動範囲を広げていろんなところを回っていきたいと思います。前回の日本一周千葉県編の高評価数が8049だったので、今回もきっちり8049円用意してきました。今日はこの予算を使って大分を満喫し尽くしたいと思います。それでは今日も気を抜くまで気を抜かずに出発進行。今は大分駅からスタートしてるんですけど、別府方面に向かっています。大分って初めて運転するから、初めての場所ってすごい緊張しますよね。でも運転してて楽しいです。大分って結構おしゃれなとこ多いですよね。レンガの建物があったりとか、商店街があったり、街並みがめっちゃおしゃれ。ちなみに大分駅から別府方面まで車で20分ちょいぐらいかかります。すごい遠いわけじゃないですね。ちょうどいいドライブの長さ。でも私今回神戸まで運転したり、結構最近ずっと運転してるんですよね。この間車中泊した時にポータブル電源のバッテリーが全然たまらないっていう話をしたじゃないですか。おかげさまでめちゃくちゃたまりました。さっき見てみたら 100% になってました。たくさん運転した甲斐があった。私最近ここにパパクリッパキーホルダーを付けしたんですよ。チェーンが取れちゃってさっきここにしまったんですけど、そのおかげなのか今日は雨予報だったのに晴れましたね。逆てるてる坊主効果があるのかもしれない。農業とかやってる方にぜひおすすめのキーホルダーです。雨を降らせてくれます。前回大分に来た時は結構別府メインで観光したんですけど、今回は別府以外もいろんなとこに行こうと思ってるんですよね。車があるから運転は大丈夫なんですけど、予算がね8000円ちょっとだから足りるか不安です。最近物価が高いですからね。じゃあ皆さん忘れてる方もいるかもしれないので、ここで一回日本一周のルールのおさらいをしていきましょう。日本一周は軽バンで各都道府県を回っていくんですけど、前回行った都道府県の高評価数に応じて次に行く都道府県で使える予算が決まります。結構ね、あと100円足りないとかっていう時もあるので、ぜひ皆さん私へのお小遣いだと思ってポチポチ押してくれたら嬉しいです。日本一周で九州は熊本県、宮崎県行ったことあるから、大分県でこれで3県目になりますね。が7分の3制覇しました。別府は海にも近いし山にも近い町だから、すごい他の県にはあんまりこういうとこないじゃないですか。だから面白いですよね。そうこうしているうちに間もなく目的地に到着です。別府来るのめっちゃ久々だな。楽しみ。到着しました。着いた。さてどこに到着したでしょうか。じゃーん、最初の目的地は別府のシンボル別府タワーにやってきました。1957年に建てられた歴史あるタワーで、なんと国の登録有形文化財にもなっているんです。ということで登りたいんですけど、値段によっては諦めるかもしれないです。ようこそ別府タワーへ。見て見て、カラオケとか入ってるじゃん。すごくない？カプセルホテルもついてるよ。ちょっと待ってください。見て見て、5階の展望デッキは無料らしいよ。私てっきりこういうタワーってお金がかかるから高いかなって思ったんですけど、めちゃくちゃ親切。じゃあ作戦変更して5階に行きましょう。ちなみに券売機もあるんですけど、16、17階まで上がると最低でも大人1人800円はかかるそうです。このセット料金だと1300円、地味に高いですね。
5階に着きました。中間展望台はこっちみたいです。行ってみましょう。すごい、こういう風に階段になってますね。ここから上がっていくのかな。誰も人がいなくて不法侵入している気分だ。こっちで合ってるよね。大丈夫かな、勝手に行って。受付とか何もない。疲れた。階段をたくさん登ったらありました。じゃーん、中間展望デッキ入り口。それじゃあ外に出てみましょう。えい。おー、すごい怖い。高い。見てください、この下が結構怖いんだよね。スケスケになっていてすごくないですか。おお、高い。下はカフェになってるんだね。ちなみにあっちの方に見えてる海は別府湾ですね。いや、すげえ。この上歩くのちょっと怖いんだよね。カメラとか落としたら終わりなので、いつも以上に強く握りしめています。本当は16階まで上がってみたかったんですけどね、序盤にお金を使いすぎちゃうと夜ご飯まで持たなくなっちゃうので、ちょっと節約気味です。いや、でもこれ無料で楽しめるのはめちゃくちゃ良くないですか。普通にめっちゃ楽しい。この別府タワーを建てた人は内藤多仲さんっていう方なんですけど、その方は東京タワーとかも建てた方なんですよ。この別府タワーはタワー6兄弟の中の一つだそうです。タワー6兄弟は他にも東京タワー、あとは通天閣とか博多ポートタワーとかあるらしいんですけど、通天閣と東京タワーは行ったことあるんですけど、博多ポートタワーは見たことはあるんだよね。まだ行ったに入らないかな。他にもあるんですけど、今んとこ6分の3これで制覇できましたね。見て見て、幸せの鐘があるよ。鐘を一度だけ鳴らし、両手を合わせて願い事を。なんか願い事していくか。せーの。よし、何をお願いしたかは内緒です。続いての目的地はこちら。やっぱり綺麗な景色を見た後は別府ならではの温泉に入りたいですよね。ということで天空湯房青海荘にやってきました。ここのホテルは泊まりだけじゃなくて日帰りでも温泉を楽しめるそうなので、今から行ってきたいと思います。ここの階段を登った先に貸し切り風呂があるみたいです。どんな感じなんだろう、楽しみ。見てください、景色がすごい。これですね、貸し切り風呂。ちょっと反射してて全然景色が見えないか。じゃん、目の前はこんな感じで海になっています。すごい。いや、景色えぐくない？めっちゃ気持ちいい。日本一周で温泉入ることになると思わなかったな。大分のルートを決めるときに、私も大分イコール温泉っていうイメージがあったから、ここを見つけたときにすぐに予約しました。ここはね、45分貸し切れて値段が3000円でした。別府って温泉は多いんですけど、日帰りで貸し切り温泉って意外と少ないんですよ。だからこうやって景色も良くて貸し切れるのって結構レアなんだよね。でも日本一周の群馬編で一応温泉入ってるのか。動画にはしてなかったんですけど、最後に入ってますね。でもやっぱりね、貸し切りにすると高い。今回3000円ぐらいかかっちゃったけど、その時は多分1000円とか1000円しないぐらいで入れた気がするんだよね。ここの温泉は炭酸水素塩泉で弱アルカリ性なんですけど、いわゆる美肌の湯っていうタイプの温泉ですね。温泉といえば、前に別府に来た時にホテル神縄に行ったんですけど、そこの大浴場がすごい良かったんですよ。今回もね、そこに泊まりたいなと思って調べてたんですけど、閉業になってたんですよ。やっぱり動画で行った場所が閉業しちゃうってすごい悲しいですよね。私もめちゃくちゃいいなと思って紹介させてもらってるから、なんか自分が微力ながらでも協力できること他になんかないかなって思っていろいろ調べてはいます。
私が動画で行った場所をまとめてあるサイトだったりとか、本当にいいホテルを紹介してるアプリとか、そういうのがあったらいいなって思うんですよね。よし、別府行こうってなったら、そのアプリを見て、あ、こういうとこあるんだとかって知るきっかけになったりするじゃないですか。私にできるかはわからないんですけどね。でもやっぱり本当にいいホテルとかいい観光地とかに人が集まるようになったらいいなってすごい思うんですよね。最近いろんなとこを旅するようになってから温泉入る機会も増えたんですけど、結構いろんな地域によって温泉の泉質が違うじゃないですか。草津に行った時は酸性だったんですけど、今回はアルカリ性だったりとか、なんか温泉のそういう泉質の違いも分かるようになった気がする。草津の温泉入った時は結構ね、ピリピリして刺激が強いなって感じたんですけど、今日のこのアルカリ性の温泉は優しめ、すごいなんか私のように優しい温泉です。本当は今回温泉は旅の最後に締めくくりとして入りたかったんですけど、夜だとね、景色がやっぱり海がすごい綺麗じゃないですか。真っ暗で見えなくなっちゃうっていうのがあったのと、あとここはね、貸切温泉はお昼しかやってなかったんですよ。でもお昼に温泉入るのもいいですよね。景色も楽しめるし、すごいお昼からさっぱりできるからおすすめです。温泉から上がってきました。髪がぐちゃぐちゃすぎるので、ここでちょっとヘアセットをしていきたいと思います。バックリッパにコンセントがあるからめちゃくちゃ便利なんですよね。アイロン使える車なんてそうそうないでしょ。いや、温泉めちゃくちゃ良かったですね。やっぱり貸し切りだと動画も撮れるし、いろいろ話せるからいいですよね。結構穴場なんじゃない？めっちゃいいとこ見つけちゃった。景色が良すぎたね。なんかさ、オズモの充電の減りが早すぎて、このオズモって2分割されてるんですけど、下の方もバッテリーになってるんですよ。これをもう1個持ってたら強そうですよね。もともと持ってたんですけど、なくしちゃったんですよ。もう1個買うか悩んでるんだけど、でもオズモ今ポケット3使ってて、ポケット4が出るらしいの。そっち買うかも悩んでるんだよね。どっちがいいんだろう。結構変わるのかな。でもオズモが私のチャンネルに導入されてからすごい行動範囲が広がったっていうか、もう本当に旅行に持ってきやすくてすごい使いやすいんだよね。この後はね、お腹が空いたからお昼ご飯を食べようと思うんですけど、ちょっと別府から出ようと思うんですよね。どこに行くかぜひ皆さん予想してみてください。ということで前髪も完成しました。どうかな、美獣戻ったかな、温泉前に。別府市内を出発してだいたい30分ぐらい走ってきました。今はね、めちゃくちゃ山の中を走っています。でも道中ね、桜がいっぱい咲いててすごい綺麗なんだよね。山道の中で電波が悪いせいなのか、ナビがちょこちょこ止まるんだよね。このナビめっちゃ止まる。頑張れナビ、私も頑張るから。別府を走ってるとずっと温泉の匂いっていうか硫黄の匂いがしてくるんだよね。その匂いさ、結構好きなんだよねって言おうとしたんだよね。最近やっと暖かくなってきて、車の中なんなら暑いんだよね。今ね、冷房つけてるの。今年初冷房かもしれない。みんなはもう今年に入って冷房つけましたか？私結構寒がりだからあんまり冷房つけない方なんだけどね。車の中はどうしても暑くなっちゃう。でも夏大好きだからそろそろ私の時代が来るね。わ、すごい、めっちゃ景色が綺麗。おー、大自然って感じ。お昼ご飯は本当は東洋軒っていうところに行きたかったんですけど、そこは鶏天発祥のお店なんですよ。でもそこね、別府にあるんだけど、別府すごい観光してるし、せっかく今回車で来てるから別府から外れたところで食べたいなって思って、今は湯から始まるところに向かっています。湯かじゃないよ。あと10分ぐらいで到着するんだけど、めっちゃ楽しみなんだよね。食べ歩きとかもしたいし、あと1個絶対行きたいお店があるんですよ。そこも楽しみです。それじゃあ行き先発表しちゃおうかな。今から行くとこはみんなも気づいてるかもしれないんですけど、湯布院です。初湯布院。一応車なしだと湯布院の森っていう観光列車が通ってて、行けるには行けるんですけど、でも若干歩くんですよ。
車だともう駐車場がすごい近くにあるからすごい便利なんですよね。ここだ。よし、はあ、駐車場に到着しました。40分間の山道ドライブ頑張りました。湯布院の雰囲気はこんな感じです。湯布院の森に乗ったらここの駅に着くのか。結構周辺お店がめっちゃあるわけじゃなくてばらけてる感じがしますね。これが湯布院のマップです。今その辺にいるんですけど、あ、そう、この場所さっき見かけたのお馬さんがいてびっくりした。私が行きたいところはこの辺にあるんですよ。歩いてだいたい13分ぐらいらしいので頑張って歩きたいと思います。もっと商店街みたいな感じになってるかなって思ってたんですけど、お店が点々としていて、なんだろう、密集してない感じがしますね。説明難しいな。うわ、何、ビールのお店がある。逃げろ。いなかったことにしよう。お、見て見て、湯布院海鮮小屋。めっちゃ美味しそうなとこあるじゃん。わあ、海鮮がたくさんでめっちゃ美味しそう。そっか、大分は漁業が盛んなのか。我慢できなくてカニカマ買っちゃいました。これ1本500円もしたんですよ。見て、めっちゃ美味しそうじゃない。もう海鮮が大好きすぎてエビもあって悩んだんですけど、エビは1尾で950円だったんですよ。予算の都合で今回はカニカマを選んでみました。いただきます。今日1食目だから朝食兼昼食ですね。おしゃれに言ったらブランチ。今日予算が8000円ぐらいだったから、さっき温泉で3000円使ってこれで500円使っちゃったから4500円ぐらいか。やばいな、節約しないと夜ご飯まで持たなくなっちゃう。だからここでは1500円ぐらいで収めたいな。大分ってかぼすがすごい有名なんですけど、さっきここのお店で湯布院かぼすビールが売ってたんですよ。めちゃくちゃ美味しそうすぎて誘惑がやばかった。さすがにパパクリッパー裏切れないから飲まないんですけどね。美味しそうすぎない？もう最近あったかくなってきたしビールが飲みたい季節ですよね。美味しかった。ごちそうさまでした。お昼ご飯にしては全然足りない。もっといっぱい食べたいよ。やっぱり観光地で1日楽しむってなったら1万円ぐらいは必要ですよね。予算1万円に乗っけたい。皆さんぜひ高評価をしてください。お願い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 。お、見て見て、こんなところに手湯があるよ。やっていこう。暑いかな。草津の時確かめっちゃ暑かったよね。あ、ぬるい、ちょうどいい。おー、それなら何秒でもいける。あ、見て見て、湯布院金賞コロッケだって日本一。しかも200円、結構お手頃価格。よし、買ってみよう。じゃーん、200円のコロッケ、本当に美味しいのかな。私結構コロッケ厳しいですからね。じゃあいただきます。美味しい。あれ、声が遅れて聞こえてくるぞ。めっちゃサクサク、ずっしりしててほんのり甘い感じがします。なんかね、中に黒い点々があって胡椒かな。胡椒が効いてますね。ありました。私のお目当てのお店、湯布院醤油屋本店。ここ行ってみたかったんですよ。店内はこんな感じになっていて、いろんな種類の醤油が売られてるんですよ。
これは卵かけご飯に合う醤油らしいです。どんな味か気になる。一応ね試食もできるんだよね。どんな味なんだろう。あ、確かにめっちゃ卵かけご飯に合いそう。あと他には大分名物かぼし醤油があったりします。でもサイズが大きいのしかなくて結構値段が高いんだよね。お、私が大好きな焼肉醤油。これどんな味がするんだろう。これも試食いってみよう。あ、めっちゃ美味しい。甘くてタレみたいな味がする。じゃん、お醤油買ってきました。私が選んだのは何でしょうか。じゃん。あ、ちょっと見えづらいんですけど焼肉醤油にしました。本当はかぼす醤油を買おうかなと思ったんですけど、大きいサイズしかなくて小さいサイズが売り切れだったんですよ。だから次に人気な焼肉醤油を選んでみました。これは焼肉につけるのはもちろん、焼きおにぎりにハケで塗っても美味しいし、ご飯につけても美味しいらしいんですよ。使うのめっちゃ楽しみだな。これはね980円しました。やばい、ちょっと使いすぎたかな。残りの予算がだいたい3500円ぐらいですね。それじゃあ次の場所に行きましょう。湯布院から大分でも有名なドライブコース山並ハイウェイを通ってだいたい1時間20分ぐらい走ってきました。結構走りましたね。途中山の景色がすごい綺麗でした。さっき標識で千歳とか三重とか書いてあって大分なのにいろんな県が入ってて面白かったです。今は豊後大野市っていうところを走っていて目的地まであと7分くらいで着きます。位置的にはもう少し走ったら高千穂峡とかも行けるくらい結構宮崎に近づいてるんですよね。今回ルートをすごい悩んだんですけど佐伯か中津か豊後大野の3つで迷ってたんですよ。でも時間とお金的にもあと1つぐらいしか行けないからどこにしようと思ってここのね豊後大野に決めました。まあどっちかって言ったら予算の問題かな。時間はね作れるから1泊2日とかもできちゃうんだけど宮崎の時が結構予算が多くて1泊2日したんですよね。また泊まりで行きたいなって思うので本当に予算欲しいですね。お願いします皆さん。私が勝手に考えてるだけなんですけど皆さんにもちょっと聞いてみたいなって思うことがあって、日本一周っていろんな県に行くじゃないですか。その県出身の方とか横に乗せてコラボとかできたら面白そうじゃないですか。私が勝手に思ってるだけで特に友達が多いとかそういうわけではないからコラボできるかは分かんないんですけどもしみんながそれ面白そうって思ってくれたらコラボとかもしてみたいですね。でも私がコミュ障すぎてコラボしたらうまく喋れるか分かんないんだよな。待って見て、すごくない？チューリップがめっちゃ綺麗なんだけど一面に咲いてる。かわいい。写真撮りたすぎる。めっちゃかわいい。見た？みんなすごくない？到着。見てください、この一面に咲いてるチューリップ。さっき車でもちらっと見えたんだけど気になりすぎて来ちゃった。お、チューリップの歌じゃん。赤白黄色とオレンジ。今原尻の滝に着いたんですけどちょっと待ってくださいね。ベストポジションで滝を見せたいからもうちょっと待ってね。あそこの吊り橋から見るのが一番綺麗らしいので今からあそこまで行きたいと思います。それじゃあこの滝見橋を渡って真ん中の方から滝を見てみたいと思います。これは無料だよね。多分無料なはず。ちょっと怖いね、やっぱり吊り橋だから。すごい、今滝が見えてるんですけどめっちゃ綺麗すごい。みんなも早く見たいよね。ちょっと待ってよ。それではご覧ください。3、2、1、どうぞ。おー、すごい。これが原尻の滝です。幅120メートルもある珍しい横長の滝で東洋のナイアガラとも呼ばれてるんだそうです。おー、すごいね。あそこの左から3番目のだけちょっと元気がないけど勢いがすごい。
人が通ると結構揺れますね。普通に怖いな。ほらほら見て、結構揺れてない？グラグラだよ。オーマイガー、何この看板。ここのビール大麦はキリンビールとの 100% 契約栽培です。マジで？じゃあここの麦私めちゃくちゃお世話になってるじゃん。いつもありがとうございます。見てください。滝を上から見るとこんな感じです。私昔滝行したことあるんだけど、ここで滝行したらやばいことになりそうだね。見て見て、川の上に鳥居が立ってるよ。映画のワンシーンとかでありそうじゃない？すごいね。ここの原尻の滝は日本の滝100選にも選ばれてるそうです。日本の滝100選といえば、前に宮崎で行った真名井の滝も日本の滝100選に選ばれていますよね。宮崎の真名井の滝といい、ここの原尻の滝といい、結構九州は滝とか自然が多くてリフレッシュされますね。ここの隣に道の駅原尻の滝があって、本当はそこで夜ご飯を食べようと思ったんですけど、営業時間が5時までらしいんですよ。今はね、もう5時を過ぎちゃったので行けないんですけど、多分おすすめです。よし、それじゃあ最後の目的地に向かいたいと思います。なんですけど、カメラのバッテリーが残り 15% しかないので、一旦カメラは充電してきます。なので次の目的地までワープ。じゃん、大分駅にワープしてきました。ワープって言っても結構長かったんですけどね、すっかり日も暮れて夜になっちゃいました。大分駅の雰囲気はこんな感じです。駅の中にショッピングモールがあったり、映画館とかカラオケとかも近くにあったりします。そしてなんと温泉まであるそうです。すごくない？さすが温泉の県大分ですね。それでは最後の目的地、夜ご飯を食べに行きましょう。夜ご飯はね、すごい悩んだんですよ。やっぱ大分名物といえば鶏天とか海鮮とか団子汁とかいろいろあるじゃないですか。でも一番大事なのは予算に収まることなので、全部は食べれないと思うので、どれか一つ選んでみたので今から向かいたいと思います。到着しました。大分駅から歩いてすぐのところにあるみやび庵。ここはコスパよく大分料理を食べれて、かつ個室のお店なんですよ。ということで早速入っていきましょう。メニューはこんな感じになっていて、九州名物がたくさんあります。他にも大分で有名な関あじ関サバがあったりもします。めっちゃ美味しそう。けど結構値段が高いんだよね。予算に絶対抑えるからね、大丈夫ですよ。わー、見てめっちゃ美味しそう。かぼす酒だって。飲みたいけどここも我慢です。さっき店員さんが来てファーストドリンクを聞かれたんですけど、さすがに夜ご飯食べに来てお水は申し訳ないなと思ってコーラ頼んじゃいました。これはね380円しました。じゃあ今日はコーラで乾杯。美味しい。じゃーん、1品目は鶏天を頼んでみました。やっぱり大分名物といったら鶏天ですよね。めっちゃ揚げたての音がする。それじゃあいただきます。ちなみにこの鶏天の金額は869円しました。やばい、あとちょっとしかない。鶏天はポン酢につけて食べるから全然重くないんですよ。天ぷらなのにめっちゃ食べれちゃう。これも結構量多いね。もう全然余裕で食べれそうです。今日はたくさん運転したからめちゃくちゃ体にしみる。お昼ご飯をちょっと我慢して食べ歩きで2つしか食べてないから、それもあって今美味しいもの食べれてよかったです。結構お金の使い方上手なんじゃない？前回大分県来た時に地獄蒸し工房かんなわっていうところに行って地獄蒸しを食べたんですけど、ファンの方からコメントで僕もあそこの地獄蒸し食べに行きましたっていうのをもらってすごい嬉しかったんだよね。なんか私がきっかけでいろんなとこにみんなが行くっていうのもすごい嬉しいし、それだけしっかり動画見てくれてるっていうのもすごい嬉しかったです。
動画作っててよかったなってめちゃくちゃ思いました。ありがとうございます。だからこれからもね、たくさん楽しいとこを紹介してみんなの参考になればいいなって思ってます。私が動画を作るときはそこの場所がおすすめできるかどうかとか、みんなが行って楽しいかどうかとか、そういうのを基準にして作ってるんですよね。だから行った予報告をもらえたり楽しかった予報告をもらえるとすごい嬉しいし、モチベーションになるんですよね。お、注文してた関サバが届きました。けど少ない。ちなみに値段は1419円です、税込みで。でも予算内で鶏天も関サバも食べれるなんて結構満喫できてますよね。それじゃあ初めての関サバいただきます。すごい歯ごたえがあるんですけど、プリプリで美味しい。ちなみに関サバっていうのは何かというと、大分県の佐賀関で採れるブランドサバで、普通のサバと違って身が引き締まっていて脂が上品なんだそうです。この関サバは早い潮流で育つから筋肉質ですごい歯ごたえがあるそうなんです。うますぎる。あんまりサバのお刺身ってないですよね。普通は鮮度が保てなくてお刺身で提供できないそうなんですけど、関サバは保存方法とかも違うらしいんですよ。サバもいつか釣りたいな。すいません、最近釣りばっかハマってて、車に常に釣り道具を積んでるんですよ。だから今日大分まで釣り道具一式持ってきてるんですよね。そう、今回は行けなかったんですけど、大分出身の視聴者さんから今日教えてもらった場所があって、鶏天憩い、ここの鶏天がすごい美味しいらしくて行きたかったんですよ。あと他にも宇佐神宮とかも気になったんですよね。ここは全国204万社ある八幡神社の総本宮らしくて、八幡様のトップの神様みたいな存在らしいんですよ。ここもね行きたかったんですけど、結構大分の上の方にあってルートに組み込めなかったんですよね。大分2回来てるけど3回目もまた来たいな。でもフェリーがあるから結構来やすい県ではあるんですけどね。残りの予算を計算してみたら696円だったんですよ。なので最後にじゃん、かぼすシャーベットを頼んでみました。ちなみにかぼすシャーベットの値段は429円でした。ギリギリ予算に収まった。さっぱり系。あ、酸っぱいけど酸っぱいの好きだからめっちゃ美味しい。それじゃあ今回の動画の最後は前回の日本一周千葉県編のプレゼント企画の当選者を発表したいと思います。ノーカットでいきますよ。いきますよ。せーの。ストップ。お、この人です。ちいかわのメガ進化さんです。おめでとうございます。ということでこの時のプレゼントはナッツだったので、おゆうかがおナッツをお届けします。お楽しみにしていてください。お酒飲む方だったらいいな。おつまみにしてほしいですね。ということでごちそうさまでした。大分名物食べれて大満足です。ということで日本一周大分県編でした。今日はいろんなとこもありましたね。朝は別府に行って、そして湯布院に行って、原尻の滝に行って、最後大分駅まで来れました。今回も結構移動したな。でもすごい楽しかったです。私的に一番思い出に残っているのはやっぱり温泉ですね。景色もすごく良かったし、貸し切りだったのが最高でした。ただ一つ心残りは今回予算の都合で皆さんにお土産を買えなかったので、そこだけがねちょっと心残りなんですけど、でもすごい楽しめました。次に行く都道府県もまたコメント欄を参考にして決めようかなって思っているので、ぜひうちの県来てくださいとか、こういうとこおすすめだよってのがあったら教えてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。トイレしかないんだけど、どういうこと？あ、
か。合ってるかな全然違うとこ行ったらどうしよう。やばい、ある気配ないんだけど、どういうこと？とりあえず上まで登ってみたいと思います。たまにおっとっとってなる。なんか適当に髪まとめたらさ、めっちゃピョンってしてて、すごい変な髪型になってない？ちょっと見なかったことにしてください。猫ちゃんだ。あ、やばい、出演 NG かもしれない。おいでおいでおいで。来てくれる。かわいい。じゃああなたは可愛いから別府のべっぴんちゃんね。べっぴんべっぴん可愛い。やばい、なんかマリオカートのめっちゃ難しいコースやってる気分。優香選手トップを独占中。この場合トップって良くないのか。後ろが詰まっちゃってるよね。でも安全運転で行こう。これ炙りカニカマ、早口言葉みたいじゃない？炙りカニカマ、炙りカニカマ、炙りカニカマ。全然言えちゃうな。見て見て、湯布院にジジいるんだけど、かわいい。島城の宅急便大好きなんだよね。僕明日になったら真っ白になっちゃうね。みんなはたい焼きどこから食べますか？頭から？尻尾から？私はまん丸派です。たい丸。本音を言うと足からかな。確かにめっちゃ卵がかける。今日たくさん走ったらパパクリッパまた虫まみれになってた。こりゃ無視できんな。帰ったら洗車だ。やばい、からしつけすぎた。からし